今回はチェーンソーマンに登場する重要キャラクター、銃の悪魔について徹底解説していきます。銃の悪魔は、作中の序盤から最強クラスの悪魔として名前が登場する、人間に甚大な被害をもたらした悪魔です。たった5分で世界中で120万人を殺し、その後どこかに姿を消した最も恐れるべき悪魔として、大きな存在感を放っています。銃の悪魔の被害があまりにも大きかったことで、それ以降は悪魔自体がより恐怖されるようになり、世界中の悪魔の力が強まりました。その後は銃の悪魔を少しでも弱体化させるために、銃の所持が世界的に規制され、また凶悪事件や災害に関する報道も制限されるようになるなど、人間の生活にも大きな影響を与えています。作中で初めてその名前が出てきたのは、第12話モムでしたが、それ以降は公安デビルハンターを狙う、テロリストグループと銃の悪魔の関係を匂わす銃が出てきたり、名前やその肉片が出てくるだけで、銃の悪魔そのものは登場せず、謎に包まれた存在でした。ストーリー上も世界の四角編までは、銃の悪魔を見つけるために悪魔を倒し、悪魔が取り込んだ肉片を集めてその本体を見つけること、が主な内容となっていました。銃の悪魔が誕生したのは13年前の11月18日、悪魔対策のために銃産業が盛んになっていた時代です。当時は銃を使った事件や内戦、また暴動が増えたことで銃への恐怖が増していたのですが、そんな中アメリカで銃を使った大きなテロが起こりました。このテロをきっかけに銃の悪魔が現れ、わずかな時間で世界各地で甚大な被害をもらたしました。銃の悪魔に家族を奪われた人は多く、早川秋がデビルハンターを志した理由にもなっています。ここで銃の悪魔による被害を見ていきましょう。13年前の11月18日に銃の悪魔が出現した地域ですが、判明しているだけで世界中の8つの場所が該当します。銃の悪魔が上陸した地域を地図上に図示してみましたが、比較的大きな北半球の国に被害が集中しているようです。この距離をおよそ7分間で移動し、112万3457人もの死者を出していることから、その規格外の強さがわかります。銃の悪魔がどのような方法で攻撃したのかは語られていませんが、一直線で街並みが破壊されていることから、凄まじい速さで移動しただけとも考察できます。なお作中ではマキマがだいたい5分で120万弱と語っていますが、表記されている数値の合計とは、誤差があることがわかります。112万人を120万人弱とは通常言わないため、おそらく作中で言及がない国にも、多くの犠牲者がいるものと推測できます。このように世界中を襲った銃の悪魔ですが、移動速度が速すぎて体が焦げ落ちたことから、その肉片が世界中に散らばりました。強い悪魔の肉片には、その肉片を食べた悪魔を強くするという効果があり、永遠の悪魔や魚の悪魔は、銃の悪魔の肉片によってかなり強化されていました。さらに肉片は肉片同士で引き合う性質を持っており、公安のデビルハンターは銃の悪魔の肉片を使って、悪魔を討伐することで銃の悪魔の肉片を集めています。ちなみに銃の悪魔の肉片の所持は、公安のデビルハンターのみに限定して認められていることから、銃の悪魔の討伐を志す人物は、漏れなく公安の職員となっています。またある程度の肉片を集めると、その塊は元の体の場所に戻ろうとする性質があり、この性質を利用して、姿を消した銃の悪魔の居場所を探すことも可能です。マキマによれば肉片の重量が 6.4 キロを超えた時点で、本体に向かって動き出したとのことですが、その後、物語は急展開を迎えます。物語の冒頭から、どこかに姿を消した銃の悪魔を探し出して討伐することが、デンジや公安のデビルハンターの大きな目標でした。デンジに関しては、マキマに願い事を叶えてもらうという、欲望 100% の不純な動機がありましたが、そのやる気は本物でした。しかしながら、実際に銃の悪魔の討伐作戦が動き出すタイミングで、マキマから衝撃の事実が明かされます。その内容は銃の悪魔はすでに倒されており、各国が分割してその肉体を所持しているというものでした。銃の悪魔の本体の所持割合は、アメリカが 20%、ソ連が 28%、中国が 11%、その他の国が 4%、となっていて、残りの 37% は肉片として世界中の悪魔が持っています。この真実は機密事項とされていました。つまりマキマが想定していた銃の悪魔を倒すというのは、どこかに隠れている銃の悪魔を倒すことではなく、銃の悪魔を保有する国に攻め入ってそれを奪う、
という意味合いでした。例えば中国に銃の悪魔の本体を目当てに攻め入れば、中国は保有する 11% の本体を使用して、銃の悪魔と契約し攻勢に出ます。つまり銃の悪魔の本体を奪うためには、銃の悪魔と戦うこととなるため、この作戦を銃の悪魔討伐遠征と銘打っていました。マキマは重要な事実は語っていなかったものの、銃の悪魔を倒すという目的は、一応嘘ではなかったのが怖いところですね。先ほども少し触れたように、銃の悪魔の本体を所持している国であれば、銃の悪魔と契約することが可能です。銃の悪魔の本体を所持している主要国のうち、作中で実際に契約したのは、アメリカ大統領ただ一人でした。アメリカの大統領は世界の刺客編で、各国がチェンソーの心臓の奪取作戦に失敗したことにより、チェンソーの心臓をマキマから離すことは諦め、銃の悪魔の力でマキマを倒し、マキマによって訪れる、最悪の平和を回避しようとしていました。アメリカが所持している銃の悪魔の本体は 20% なので、この契約で借りることができた力も本来の 20% 程度でしょう。ちなみに公安に協力的な狐の悪魔は多くのデビルハンターと契約し、その力を人間に課していましたが、銃の悪魔が同時に複数の国と契約できるのかは不明です。次に契約代償についてですが、アメリカ大統領が支配の悪魔を倒す、という目的の契約で支払った代償は、アメリカ全国民の1年分の寿命でした。ちなみにアメリカが日本に向けて銃の悪魔を差し向けた時期の、アメリカ人口はおよそ 2.53 億人です。チェンソーマンの世界では、1991年に崩壊したはずのソ連が残っていたり、黒電話が使われていたりと現実世界とは違う歴史を歩んでいますが、人口数が同じだとしたら、銃の悪魔との契約には 2.53 億年の寿命が、対価として必要ということになります。一人1年というと大したことないように感じますが、こうしてまとめると途方もなく大きな対価ですね。また余談となりますが、悪魔との契約では対価が大きい方がより力を貸してもらえる、という設定があるため、同じ条件の契約であれば、アメリカより本体の所持割合の少ない、中国の方が強力な力を得ると考察できます。このようにアメリカが自由の国の威信をかけて守ろうとした今ですが、マキマの作ろうとしていたし、戦争、飢餓のない世界は、そんなに悪いものなのでしょうか？これについてはマウスに対して行われた、ユニバース25という実験が参考になります。この実験は、食料や水を十分に補給し病気を予防して、天敵のいない環境に住まわせたら、その中でネズミがどのように繁殖し、どのような行動パターンによって社会を作り上げるのかを、何世代にもわたって観察した大掛かりなものです。この実験で用意されていた世界は、まさにマキマが作ろうとしていた、脅威や心配事のないより良い世界と言えます。気になる実験結果ですが、次第にマウスの世界に格差が広がっていきました。なんと、引きこもりのマウス、相手の性別問わず求愛行動をとるマウス、育児放棄するマウス、餌があるにもかかわらず子供を食べるマウス、などが出現し始めたのです。こうして次第にネズミの社会構造が崩れてゆき、出生率が下がったこと、子ネズミの死亡数が増えたことを主な理由に、マウスの世界は急速な高齢化が進み、最後には絶滅してしまいました。ちなみにこの実験は25回行われたのですが、すべて同じ結末を迎えています。つまりある程度のストレスや脅威がないと社会集団はダメになってしまう、という事実が判明したのです。もしマキマがチェンソーマンの力を使って、最悪の平和を実現していたら、人間もマウスの実験と同じように徐々に滅んでいったことでしょう。ここまでの解説を振り返ると、銃の悪魔は現実世界の核兵器に近い存在であることがわかります。しかしながら作中の世界では、チェンソーマンが核兵器の悪魔を食べてしまったことから、核兵器が存在していません。これも銃の悪魔がここまで強力な理由ですね。また作中で、銃は銃の悪魔と契約すると手に入るとされていましたが、それは表向きの嘘で、実際は裏で作られた銃は都合が悪いため、悪魔との契約すると手に入るとされていただけでした。ただしほとんどの人間はそれを知らず、人間共通の敵として銃の悪魔を恐れています。悪魔は名前が恐怖されるほどに力が強くなることから、その名前に対する恐怖は少ない方が良いはずです。しかし銃の悪魔に関しては、あえて真実を伝えないことで、銃の悪魔の肉体を持つ国が有利になる状態、となっていました。つまり銃の悪魔が恐れられるほど、
銃の悪魔の肉体を持つ国は強くなり、持っているだけで他の国に圧力をかけれるということです。具体的に作中では、アメリカ、ソ連、中国といった強国の都合のいい存在になっていたわけですね。秋の銃の悪魔は永遠に倒せないというセリフは、そんな事実を示していました。ここからはマキマと戦った、20% の肉体で契約した際の、銃の悪魔の能力を考察していきます。銃の悪魔には攻撃対象を明確に選別する能力があり、半径1000メートル内の男性のみ、半径1500メートル内の子供のみ、誕生月が1月、2月、3月、5月、6月、8月、9月、11月、12月の生物など、詳細に条件を絞って銃弾を撃っています。なぜ殺す相手を選別しているのかはわかりませんが、生存者がいた方が自分への恐怖が増すイコール力が強くなるからという理由はありそうです。正確な射撃能力の他にも、圧倒的な速さで移動して街を破壊することで、甚大な被害を出すことが可能です。たった1秒間の移動だけで約600人が亡くなっていることから、13年前の被害者は全員移動に巻き込まれて亡くなったという説も浮上します。このようにたった 20% の肉体でも、これまで登場した悪魔が霞んでしまうような、圧倒的な破壊力を持っています。銃の悪魔の強さですが、作中でもかなりの上位に位置します。最上位は超越者である闇の悪魔などの、根源的恐怖の名前を持つ悪魔であることは間違いありませんが、悪魔自体の力が上がるほど恐怖を与えたこと、肉片を食べるとパワーアップすることを含めても、蛇の悪魔や幽霊の悪魔などとは比べ物になりません。強い悪魔の肉を食べるとパワーアップする点についてはポチタも語っていましたが、他の悪魔をパワーアップさせることが可能なことが分かっているのは、闇の悪魔とチェンソーマン以外では銃の悪魔だけです。支配の悪魔については、人間が食べたので効果があったかは不明です。このように半径1キロ以上にわたって正確に射撃する能力と、移動だけで街を破壊できる力を考えると、人間や魔人が倒すことは不可能でしょう。また電磁とパワーという大切な存在ができたために、銃の悪魔討伐から降りようとする秋に向かって、岸辺が公安屈指の部隊なら銃の悪魔ともいい勝負ができるはず、と引き止めていましたが、能力から察するにマキマ以外は、姿を視認することすら叶わなかったと考察できます。次に支配の悪魔と銃の悪魔の戦いについて見ていきましょう。アメリカ大統領との契約で復活した銃の悪魔は、秋田県にかほ市の沖合に出現しました。擬音が多いチェンソーマンですが、銃の悪魔との戦いでは一切擬音が描かれていません。その代わりにおびただしい数の犠牲者の名前が記載されており、静かながら読者に衝撃を与える独特な表現がなされました。ちなみに銃の悪魔が出現した秋田県にかほ市は、作者の藤本たつき先生の生誕の地です。こうして復活した銃の悪魔は、多数の一般市民を殺戮しながら、ものすごいスピードでマキマに向け前進していきます。そして出現から4秒後、ある山中にて停止しマキマに向けて銃撃を開始しました。このマキマへの銃撃の流れ弾によって、秋がひっそりと死亡しています。合わせてマキマも銃弾によって死亡したものの、総理大臣との契約によって、マキマへの攻撃は適当な日本国民の病気や事故に変換されるため、即座に生き返り反撃を開始します。マキマはこの攻撃で、早川秋の未来の悪魔、沢渡茜の蛇の悪魔、黒瀬幸太郎と天童美智子の罰の悪魔、天使の悪魔、雲の悪魔の能力を使用しました。能力を使用すると、銃の悪魔の頭上に巨大な輪が出現。そこから蛇の悪魔の口と、さらに武器を持った複数の人型の何かが降りてきて、銃の悪魔は瀕死の重傷を負います。この時の銃の悪魔の驚いた様子は見逃せませんね。そんなマキマと銃の悪魔の戦闘は、わずか12秒間で決着します。作中で描写があったのは3時18分21秒から28秒の7秒間なので、空白の時間が5秒間あったようですが、この5秒間で銃の悪魔が秋の死体を乗っ取って、魔人になったと考察できます。ちなみにマキマが銃の悪魔との戦闘のために揃えた5種類の悪魔ですが、この5つの使い方を簡単に解説していきます。まず未来の悪魔の能力で、攻撃時の銃の悪魔の正確な位置を予測し、確実に攻撃を当てることを可能にしています。参考ですがマキマは500キロ先の段階で、銃の悪魔を視認しています。
雲の悪魔はワープ能力を持っており、銃の悪魔の頭上に出現した輪が、その能力の一部と考察されます。天使の悪魔の能力は、特殊な力を持った寿命武器を生成することができ、この人型の何かが持っている武器が、天使の悪魔の寿命武器と考えられます。蛇の悪魔の能力は、丸飲みした相手を自由に操れるというものです。銃の悪魔との戦いでは、蛇の悪魔の口の中から複数の何かが出現しているため、輸送係として使われた可能性もあります。罰の悪魔の能力は、作中では明かされていませんが、消去法で蛇の悪魔の口の中にいる人型の何かが、罰の悪魔の能力の一部でしょう。第27話にてマキマが京都で見せた遠隔圧死攻撃が、罰の悪魔の能力とも取れるため、あの攻撃を可視化すると人型の何かが現れるのでしょう。ここからはマキマの策略について見ていきましょう。マキマは物語の序盤から、銃の悪魔の討伐を視野に入れていました。公安のデビルハンターをまとめるために、銃の悪魔の討伐を掲げるのが有効だったという理由や、契約者である日本の内閣総理大臣が、討伐を望んでいた可能性もありますが、マキマが他者の意思で行動するとは考えにくく、マキマ自身にも倒す理があったことは間違いありません。ここで考えられるのが、マキマは銃の悪魔を自分のものにしたかった、というものです。マキマは自分より程度が低いものを支配できる力を持っており、銃の悪魔との戦闘に勝利すれば、自らの支配下に置くことができます。それが実現したことを示唆するかのように、マキマは銃の悪魔との戦闘後に、バンという銃を連想させる能力を見せており、チェンソーマンを成層圏まで飛ばして、大きなダメージを与えることに成功していました。マキマの最終的な目的である、チェンソーマンの力を得る、という悲願を達成するためには、チェンソーマンを倒し支配することが必須事項です。このチェンソーマンとの最終決戦を有利にするために、銃の悪魔を倒してその力を手に入れようとしていたわけです。ここで銃の悪魔を倒した存在について考察します。作中では過去に銃の悪魔を倒した存在が誰なのか不明となっています。ソ連で発見された時にはすでに倒されていたという記載があることから、おそらく戦いの舞台はソ連だったのでしょう。ここで先ほどの世界地図を思い出してみると、銃の悪魔はいろいろな国に移動していましたが、その理由がこの時点で何者かと戦っていた、もしくは逃げている最中だったという考察ができます。なぜなら銃の悪魔が移動したルートは一直線で描かれており、そこを移動する必要があったから通っただけ、というようにも見えるためです。第1部で登場したキャラクターの中で、そんな銃の悪魔の速度に匹敵するスピードが出せそうなのは、今のところただ一人、チェンソーマンのみです。ここで思い出したいのがサメの魔人の発言です。サメの魔人は、チェンソーマンの移動速度が超速いこと、チェンソーマンの移動方法、について詳細に語っていました。また作中では悪魔の死ぬ前の記憶や人格は、輪廻転生によって失われることがわかっていますが、サメの魔人は、爆弾の悪魔が銃の悪魔の仲間、ということを知っており、記憶を保持しているようです。これはサメの魔人がチェンソーマンと共に銃の悪魔との戦いに参加し、勝利したことを意味しているのではないでしょうか。物語の終盤にチェンソーマンは悪魔から恐怖を集めているため、あのマキマでさえ勝てる気がしないと、評価するほどの強さを誇っていることもわかります。ただし銃の悪魔が、その存在が消されていないことには注意が必要です。皆さんは過去に銃の悪魔を倒したのは誰だと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。ここで銃の悪魔の最後を見ていきます。マキマに敗れた銃の悪魔は秋の死体を奪って銃の魔人となり、不気味なチャイムと共に電磁の前に現れます。銃の悪魔を一番憎んでいた秋が、家族の仇である銃の悪魔に殺され、そして自らの体を乗っ取られ、銃の悪魔への復讐を諦めるほど大切に思っていた。電磁とパワーを殺しに向かうという、最悪な未来を迎えます。この時にマキマは電磁に電話をかけて、銃の悪魔を倒し損ねて魔人になって逃走したと語っていますが、おそらくこれは嘘でしょう。マキマは自分の手で電磁に与えた幸せを、自分の手で全て壊すことによって、電磁から普通に生きる気持ちを削ぎ、ポチタとの契約を破棄させて、チェンソーマンの復活を目論んでいました。そのためうっかり倒し損ねたのではなく、電磁自身の手で秋という家族を葬らせるために、銃の悪魔を支配してあえて魔人にしたのだと考察できます。こうして秋の体を乗っ取って誕生した銃の魔人ですが、その姿は頭から拳銃が生え、トレードマークのちょんまげが激鉄に、
そして左手はアサルトライフルとなっています。基本的な攻撃は左手のアサルトライフルを使用していますが、頭部の拳銃から高威力のエネルギー波のようなものを出すことも可能です。銃の悪魔が見せていた。攻撃対象を正確に絞る。移動するだけで街を破壊する。という能力は失われているようですが、これは悪魔が魔人になると弱体化するという設定からでしょう。また死体を乗っ取られた秋ですが、本人の記憶や人格はわずかながら残っているようで、戦いの最中でも本人は雪合戦をしているつもりでした。暴力の魔人に人間の頃の記憶が、ある程度は残っていたように、魔人になりたての銃の魔人も、秋の頃の記憶や人格が残っていたと考えられます。秋は生前に、マキマに全てを渡して代わりに力をもらう、という契約をしていましたが、代わりにもらった力が銃の魔人の力だったというわけです。そんな秋との戦闘の中で、デンジは秋に戻れと何度も呼びかけます。しかし季節が冬から秋へと戻らないように、銃の魔人が秋に戻ることはありませんでした。最終的には秋と意思疎通ができないばかりか、被害が拡大していく一方だったため、デンジは苦しみながらも秋にとどめを刺しました。以上で銃の悪魔の解説を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。結局のところ、討伐に成功したアメリカが所持していた 20% の銃の悪魔の肉体が、日本の所有物となったかは語られていません。またチェンソーマンをポチタの状態にしたのが、銃の悪魔なのか、それとも全く別の存在なのか、といった謎も残されています。この点に関しては第2部での真相解明を待ちましょう。このチャンネルではチェンソーマンについて考察や解説をしています。チェンソーマン好きの方のチャンネル登録をお待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。